皆さんこんにちは。パッチワークハーモニーです。見に来てくれておおきに。前回の長座布団の動画で失敗というか反省点があったので、今回はリベンジしたいと思います。六角形をつなげて小さめの座布団、チェアパッドを作ります。完成サイズは約38センチ ×36 センチです。ほな、早速六角形の型紙から作ろうか。型紙はいつもダイソーさんの工作用厚紙用紙を使ってます。コンパスは5センチのまま円の上に置いて印をつけていきます。印と印を直線でつなぎます。カットしたら六角形の型紙の完成です。長座布団で使った同じ生地の2枚と、それに合わせて黄色系で布を選びました。布の裏に型紙を置いて印をつけます。今回は縫い代が別なので 0.7 センチの縫い代をつけるので、間隔を空けて次の印をつけます。0.7 センチの縫い代をつけてカットします。後で切り揃えるのでおおよそで大丈夫です。表布を19枚、裏布を19枚、合計38枚必要です。お好みの生地で配置も楽しんでみてください。私は表側はランダムに置いてみました。わかりやすいように裏布は表布に重ねておきました。表と裏で違ったイメージにしたかったので、こんな感じに置いてみました。重ねて置いている布を中表に合わせて角と角を待ち針で留めていきます。19組あるからどんどん合わせていこう。返し口を残してぐるっと一周ミシンで縫います。19組全部縫えたら、はみ出してる縫い代をきれいにカットします。ミシン線を切ってしまわないように注意して角もカットしておきます。この布くずでも何か作れるやろか。布
のくずを使ったショルダーバッグの動画を過去に公開しているのがあるので、よかったら見てくださいね。自宅用のものを作っているときはハンドクリームが濡れて助かります。いつもはアルコールスプレーで手がガサガサです。小学生の時そろばんを習ってたので、よく指の運動をします。これできる人いますか？いたらコメントで教えてくださいね。アイロンも温まったし、もうええて。ミシン線で折ってアイロンで折り目をつけます。返し口からひっくり返します。長座布団の時が60枚やったから19枚くらいだったら少なく感じる。感覚がおかしくなってるよね。ダイソーさんの手芸綿を使いました。飛び出してくるの毎回びっくりするわ。圧縮されていたのでほぐしながら入れていきます。結構たくさん入ります。ダイソーの手芸綿を1個半使いました。綿を入れ終わったら返し口を閉じます。合わさる布を交互にすくい取って縫うこの字とじをしました。
本当の座布団を真似て中閉じをしてみようと思います。定規で測って中心に×印をつけます。長座布団の時と同じでジーンズのステッチ用の糸を使いました。糸は二重にして30センチ必要でした。特に裏の配置を間違わへんように並べます。隣同士の辺と辺を合わせて、ここもこの字閉じをします。針を離れたところから出して玉留めを引き込んでいます。どんどんつなげていくで。最後の1個です。
成です。手縫いでつなげると時間はかかりますが、表も裏も使えて楽しさが広がりますね。感想をグッドボタン、コメント、チャンネル登録で教えてもらえると嬉しく思います。それではまた次の動画で。